皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。今日も世界一のゴルフ解説者、はい。小山さんに、来てもらいました。竹さん、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。お願いします。この前の話がもう、ボールの話がめちゃくちゃ面白かったんですけれども、はい。ただ私の全く素人の、知らないゴルフ界なんですけれども、はい。世界のゴルフ界にもだいぶオイルマネーが現れていると言いますか、いやー、大変ですね、これ。まオリンピックやなんかでもね、やっぱり相当オイルマネーというかアラブのうん。力がうん。強くなってきた。それうから中ん。国の力が強くなってきた。はいはい。世界のゴルフ界はどうなってるのかなっていうのを今日はちょっと話聞きたいと思ってるんですが、はい。どうなんですかゴルフは、やっぱりアラブの賞金の高さとかっていうのは出てるんでしょうか？出てますね。ああ、まあ、アメリカ一強だったんですよね。はい、今までは。ははい。い。1960年代後半から、アーノルド・パーマー、ジャック・ニクラウス、ゲイリー・プレイヤーってこのビッグスリーがあ出てきてからは、あ、はい。やっぱアメリカ一強なんですよ。なるほど。そこのツアーに肉薄したのが日本なんですね。バブルのおー。時に1990年代前半、ああ、なる試合ほど。数もアメリカとほぼほぼ近いところまで行きました。プラス、ああ、そうですはい。か。賞金うん、額も一番良かった時で1994年の43億5千ぐらいまで行ってるんですよね。おお、で、それアメリカ、うん、ジャンボ尾崎さんとかが活躍したそういう時代という。ことです。その年はジはい。ャンボさんが初めてプロスポーツ選手で、まあ、賞金を稼ぐプロスポーツ選手の賞金2億円っていうのを超えたのはジャンボさんが最初ですから、ああ、なるほど。はい。で、その時に日本の男子ツアーが約アメリカの半分まで行ったんです。アメリカその当時、やっぱり80億円ぐらいでプレーしてたんで。おお、はですから肉薄したんですよね。世界い。はい。第二のツアーまで行きましたけど。で、なるほど。その当時ヨーロピアンツアーってのはあんま元気がなくて、うん。1980年代後半からヨーロピアンツアーってのが始まるんですけど、それまではイングランドの PGA が、イングランド PGA っていうのはイングランドとスコットランドの中だけでちょこちょこっとツアーやってただけなんですよ。はい、はい、はい。ところがね、これ IMG って会社ありましたね。はい。あ、IMG がヨーロピアンツアーっていうのを作って、はい。ヨーロピアンツアープロダクションっていうのは BBC と一緒になって放送権を持って自分たちでツアーを今度コンチネンタルヨーロッパ、いわゆるスペインだ、ポルトガルだっていうあの辺のナショナルオープンをくっつけたツアーを作ったんです。1980年ああ、代後そうで半に。すか。はい。そこから、そうです。IMG というのは、あれですね、オリンピック選手やなんかもプロデュースしたそうです、りしそうです。ていた、その会社でよろしいんですね。いいでしょ？そうです。インターナショナルなんかヨーロッマネージ。パのマネーオジンググルーペラ界プです。のオペラ歌手なんかもプロデュースしていたっていうやっのをてますね。聞きましたけれども、その会社が、要するに、ヨーロッパ全体を回るツアーを作ったっていう作っこと。たんですね。はいはそれはいはい。なんでかっていうと、ヨーロッパの、コンチネンタルヨーロッパの、まあ、地図でいうおこっちの左側から行けば、ポルいや、トガル、スペイン、はい、フランス、ドイツ、イタリアって、これ全はい。部ナショナルオープンあるんですよね。はいはい。それは各国で。そうです。各うん。国のゴルフの文化がもともとあるとこなんですよ。はいはいで、はい。それはもう1900年代の初頭からずっとオープンやってるわけですね。はいはいで、はい。それもじゃあくっつけてやりましょうよってやったわけですよ。うん。そしたら形になったわけですね。ヨーロピアなるほど。ンツアーってね、今の DP ワールドツアーっていうツアーですけど。はい。で、そこまで良かったんですけど、アメリカに勝てないわけですよ、どうやっても。ああ、ただ、選手はいい選手が出てきたんですね。スペインかはい。らセベ・バレステロス、オラサあ、バル。うん。で、はいはい。私でも知ってる名前。そうそう、はい。それ1980はい。年代なんですけど、接はい。近したんですね。アメリカに来て、ヨーロッパの選手が頑張ったわけですよ。はい。で、ヨーロッパの方が強いじゃないかって話になってくるわけですようーね。で、ん。ヨーロピアンツアーに、まあ、人が集まるようになったのもありますけど、うん。そこでヨーロピアンツアー何をやったかっていうと、その中東のカタールで1試合作ったんです。カタールマスターっていうのを。おっと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 。はいはい。わかります。はい。で、僕がちょうど解説始めた1990年代の真ん中ぐらいですけど、はい。日本がバブルで崩壊した後、うん。ヨーロピアンツアーは軒並み中東で試合作り始めるんですよ。
あドバイデザートあ、クラシック、カタールマスターズ。この辺は2個なるほど。ボンボンとでかい、賞金額もでかい試合をドカーンと作り始めるわけですね。うん、うん。で、そのヨーロッパを、席巻した、もうオイルマネーですけど、そのオイルマネーに乗っかってヨーロッパの選手が、今まではモナコとかに住んでたのあ、が、全部ドバイに住むようになるわけですよ。そおー。れは要するに課税されないからですよね。ああ、なるほで、スウェーデンの選ど。手たちはほとんどがもう移民でドバイに行っちゃったわけですよ。おお、なるほどもう必然的ね。にやっぱりオイルマネーとヨーロピアンツアーっていうのはイコールの関係ができちゃったんですね。なる。それはどうなんですか？私、アラブのオイルマネーなんていう言い方でこの話最初に振ったんですけれどはい。も、それはアラブの方からの動きというよりも、ヨーロッパの方からの動きで、アラブを巻き込んだという形なんですか双ね。方じゃないですかね、それは。ああ、双方で。ドバイはもう基本的にはやっぱ観光業イコールはい。いわゆるハイソサイティなお金持ちのいわゆる観光地イコールゴルはい。フ場を作りましょなるほど。う。うん、遊びに来てもらったリゾートにゴルフ場を作りましょう。ドバイデザートうん。クラシック作りましょうっていうノリでしょうから、要するに経済と、その中東の経済と、そのお金持ちっていうのがやっぱりアラブの王様たちにやっぱりこう、うまくはまったんじゃないですかね。なるほどね。ただどうなんでしょうね。ドバイにとか、まあ、アラブの地方ですね。アラビはい。アの。あっちの方で芝生も育たないでしょうし、それは、その、芝生は水と太陽があったら育つんですよ。はい。という金さえことは、かければそれ作れますね。金かければ、金さえあればはい。育つっていうことですが。そうですね。なるほどだからね。ドーハゴルフクラブのもそうですうん。し、はい。ドバイもそうですけど、ゴルフ場の海水、いわゆる海水を淡水にする技術。技術、はい、あります。これ日はい。本の企業が入ってるんですよ。散水が。そうですね。うん。すごいんですよ。日本、破綻してんですよ。結構、それ。はい、はい、はい、はい。ですかはい。ら、今でもですよ。今でも はい。DP ワールドツアーとアジア、そこからアジアにこう、ヨーロッパツアーっていうのは進出してくるんですね。アジアにも。はい、はい。で、アジアとそのオーストラリアレイジアって、オーストラリアにも手を広げるんですけうど、ほぼほぼん。やっぱオイルマネー入ってるんですね。ああ、そうですか。それで、日本はバブル崩壊した後、はい。ちょっと停滞してしまったっていう。それは日本国内だけで持ち直そうとしたらできないですよね。なるほどね。はい。うん。でも、その後、マスターズで優勝する人が出たりとか、という、うん。アメリカで活躍する選手、特に女子選手なんかも出てきたりとかっていう、これはどうなんですか？日本のプロ野球選手がアメリカに行くのと同じような足並みが揃ったという感じなんでしょうかね。もちろんですね。男子の場合は試合数が減りましたから、う一時期ん。だから43、44とかいう年があった、そのバブルの時は43試合ぐらい日本のツアーやってましたけど、はい。現在やっぱり今年だってまだ正式なスケジュールって発表になってないですよ。おー、そうなんでもうすか。現在のところ、今カウントされてる試合だけだと22ですから、半分ぐらいに半分です。なっちゃった。男子は半分。男子は、はい。女子は37あるんですよ。おー。で、男子は賞金総額30億ちょこっとですよ。ああ、なる女子のほど。方は年間37試合の44億5千万だったかな、今年は。女子の方が多い多くなっわけです。ちゃったんです。あらららら、あららって別に。それでも、アメリうん。カの女子は年間35試合の賞金総額が今年だと、100、ハンドレそうですね。100、150円ぐらいで。いや、違いますね。全部で、トータルで150億ぐらいですかね。ああ、もうんうん。うそうすると、規模やっぱりが全然違ってきたわけです違います。ね。うん。彼女たちがアメリカに行く理由が、女子の場合はアメリカに行く理由はそれだけじゃないと思いますけどね。というと別に他の理由もあると。それは、はっきりは言えないですけど、ええ。日本の女子のツアーってこう37試合あるうちの、前夜祭とプロアマ戦がくっついてる試合がほとんどなんですよ。それ私、以前、ちょっと聞いたことがあって、うん。ええってびっくりしたんですけども、要するに、そうです。接待しなきゃいけなそういういことです。というゴルフなんですね。女子ゴルファーそうなんです。はい。っていうのは。何ただ、ですかね、それ、スポーツと言えるんですかねっていうふうに思ったうん。んだけど。でも、田中さん、僕、ほら、スポーツビジネスちょっとかじってるけど、はい。その試合数を増やして、スポンサーが増えていっ
たんですよね。バブルの時にはい。同じように女子も起こったわけですよ。はいはいそれをはい。復活させたわけですよね。その復はいはい。活させたところの、その女子ツアーがこう試合数が増えて、賞金がこうある程度保証されて、そのうん。40、ね、37試合44億、45億円というフィールドを作れたのは、うん。そこの前夜祭とプロアマ戦でホステスプロをしなさいっていうのも一つの、まあレアケースですけど、うん。ただ今それが公に出たらね、多はい。分難しいと思いますよ。ああ、なるほどね。で、それに対してそのレギュレーションがあるわけです。選手たちにはそれに対してルールがあるわけですよ。はいはい。前夜祭のある試合は出なければいけません。休むと、1回目は口頭注意だけど、2回目から罰金が来ますよとか。おー。で、プロアマ戦も年に、ついこの間まで1回しか休めなかったんですけど、はい。ある事件が起きて、うちのラジオの番組でも大騒ぎしたうん。ら、まあ、もうね、僕はい。が大体そう嫌われ役やってますけど、え、今は年2回まで休めるようになったし。あと、ただ、増えたんですか？それで3回目休むとどうなるかっていうと、その該当種、その出てる試合は出場停止なんですよ。そんな、そんなのスポーツの中にルールで入れていいんですかねというだからそれ感は、もう僕、まあここで喋って、まあ本当なのって思うかもしじ。うれません。本ん。当なんですよ。だからそれはもう、本来だったら、スポーツメディアは書かなきゃいけないんだけども、新聞社もゴルフ雑誌も書かないですよね。ああ、なるほどね。なんかあれだな、私もしもゴルフやってて、ゴルフの記事書くようになったりしたら、玉木さんも同じ、竹小山と同じで、どこぞのメディアからも声かからなくなります。そうか、なるほど。私も巨人から出入り禁止には3回になりましたし、まあ3回ぐらいでいいんじゃないですか。僕らも多分相手にされてないから、日本テレビは出たことないですよ、まだ。私一回呼ばれて出て、はい。あれですよ。もう上の人がびっくりしてね、別室でね、ギリギリまで待たされましたよ。出していいのかどうかで。ああ、それはキャスターって言いますか、その人がね、呼んでくれたんですよ。うん、昔のかつての 11PM の後の番組うん。だったんですけどね。おー、そこでその司会をしていた人が、私うん、の出した本が面白いって言うんで、ディレクターと一緒になって呼んでくれたら、そうしたら大騒ぎになりましてね、私別室で待機ですよ。それは出せないですよ、多分。出していいのかどうか。それで、あれですよ、喋るなっていうことをいくつか言われましたよ。桑田が不動産業をやっているのを、悪く言ったりすることはやめろって言われたんで、いや、不動産屋が野球やっても構わないっていうのが僕の意見ですよって言ったりさ、そういう喋り方だけはやめてくれって言われた。それでやっと出たかな、11PM に。もう10分ぐらいだったんですけどね。そんなことがありましたが、ゴルフもやっぱり、でも小山武さんがいるから、千人力ですよ、ゴルフの場合は。いや、そんなことないです。そんなことないですよ。で、ただ、でも、良かったですよね。本当に3年前にですけど、ゴルフはい。5レディースで、山下美夢有ちゃんが、はい。そのプロアマ1回休んでたのかな。だからもうあ、休めなくて無理して出たんですよね。賞金女王争いもうん。あったんでね、彼女はね。なるほど。はいはで、い。プロアマは出たんだけど、実際本番の時に、お休みしたかった理由が膝痛だったんだよね、彼女ね。ああ。で、無理やり出たら、9ホールでね、やっぱりね、欠場しちゃったんですよ。はいはいはいで、はい。それは本末転倒だろうって、どことも記者も書かないから、もうラジオで言うが、在店では書くか、ボロクソやったんうん。ですよね。はい、読みました。はい。そしたらね、2試合になったんですよ。うん。ああ、なる2試合ほど。滑りになったんはい。ですよ。まあだからちょっと外が騒いであげて、彼女たちって、日本の女子ツアーって労働組合っていうか、その選手会いないんですよね。ああ、そう一応か。なるほど。形上はありますけど、そう、全然あれね。役人会と世話う人会っていうのん。があるんですけど、はいはいそれははい。もう上から言われて、イエスっていう人が大体なってるから、なるほど。まあね、まあでも今の女子の選手たちの中に、自分たちがどういう立ち位置で、そのはい。ツアーのを構成しているのかっていうのも理解できてないと思うんですよね。いや、なるほどほぼほぼね。いないですよね。そうでしょ。うで一般社ん。団にはなってるけど、社団なんで、要するにうん。日本女子プロゴルフ協会の協会員がみんな今プレイヤーになってますかうら、ん。はい。ということは全員社員なんで社員ですシャね。イなそういう理屈はまずほぼ全員理解できてないですよ。うん。なるほどだから、ね。そんなの知らせな、教えないでほしいっていう感じでしょうね。僕たちのその余計な喋りとか、書き物は。なるほどね。ただ、プレイヤーも球ばっか打ってるから、文字も読めないし、理解能力ないから、俺たちが何言ってるか多分、これ見てもわかんないと思うんです。
ああ、な放映るほど。権の問題もそうですよね。なるほ理解してないですよね。理解してない。だから最初放映権の問題言ったときに、ね、それこそ九州から出た女子プロたちは熊本テレビさんね、KTT にすごいお世話になって、これ読売系列ですど。はいけど、はいはい。読売系列にお世話になってるプロたちは全員反対したんですよ。放送権が何千本じゃと。あそれで試合がなくなあ、る方が困るだろうって言ったんですよ。ほら、よくよく考えたら、あれ、これから先は私たちの方の、これは財産じゃないかっていうのやっと気づいてね。なるほどうん、やっね。ぱそこの、やっぱり球打ってるだけじゃダメなんだなと。なあ、要するに選手たちは自分たちがどこでどういう権利を持って働いてるかというそうですね。ようなとこうん。ろの自覚がまだまだ足りないっていうあれところもあですね。るし、うん。それを書くジャーナリズムですよね。メディア。そうですね。メディアがジャーナリストとしてそれがどこまでやれるか。それにうん。よって日本のゴルフ界のそのステータスってそうです。いうものも確立されてくるはずですよね。そうですね。だから、今、そのオイルマネーの話から今こう来はい、ましたけはい。ど、オイルマネーだって、オイルマネーに、助けられてきた DP ワールドツアーっていうのは、リブゴルフっていうのはできたのは、玉木さんご存知ではい。すか？はい。名前は、はい。聞いてます。サウジのファンドである はい。PIF がお金を出してやってたやつが、これもう PIF お金出さないんですよ。もう飽きちゃったんですね。アラブの王様たちは。そうなんですか。はい。なんかアメリカの選手がそれに出たらいけないとか、いいとかなんとか、それでそうです、そうです。揉めましたよね。はい。で、アメリカのツアーは、そのペナルティの、ペナルティの大小で言ったらとても大きいものをペナルティつけてるわけですよ。はい、はい。でも DP ワールドツアー罰金さえ払えば出れるんですよ。ああ、それなぜそうなん。かって言ったら DP ワールドツアー自体が PIF からお金もらってる試合が何本あるからですよ。うん。ああ、なるアジアンツほど。アーなんかどっちで出てもいいんですよ。日本なんかそんなのに関わってもいないから、日本の選手はどっち出てもいいんですよ。ああ、な要るほど。するに、ひっついちゃってるところは文句言わないですよ。ああ、そうか。でも不思議なんそう。ですよね。だから、サウジとべったりなのはトランプじゃないですか。トランプのそうですね。孫息子、娘もそうらしいですね。そうで、はい、はい。くっついてるのにもかかわらず、まあ、アメリカのツアーの選手がどうのこうのって、そこにトランプとタイガー・ウッズがくっついてって、まあ、裏じゃ全部くっついてるのかなっていうのが、まあ、僕のあ見通しですけあ。ど。いやー、なるほど。特にマ面白い。スターズなんていうのはもうオイルマネーっていうかエネルギー、もともとそのマスターズを作ったボビー・ジョーンズってボビー・ジョーンズと、ジョン。はい、はい。クリフォード・ロバーツってね、クリフ・ロバーツっていうのはそのアメリカのエネルギーのして親父ですからね、ブローカーですから。ああ、だからなるほど。マスターズのメンバーっていうのは基本的にはアメリカの三大オイルメーカーの CEO は絶対メンバーになれるんですよ。ああ、そうか。なるほど。だからもうそこえが、サウジがどうのとか、PIF がどうのって、マスターズは用意ドンで最初の、リブができた時に、リブに出てる選手でもマスターズに出れる権利持ってる人は出ていいですよってやったわけですよ。うん。アラブのオイルマネーの話から始まったんですけれども、アラブのオイルマネーなんかのオイルを動かしてるのはアメリカの会そうです。社であり、うん。イギリスの会社でありっていうのはかつてから続いていたし、今もイランを撃しているそうです。のも関係ないわけではないということになるわけですね。多分、だから後ろ側っていうか、僕たちの見えないバックグラウンドで全部繋がってると思うんですよね。なるほどまあ、ね。そうでしょうね。これはでも、あれですね、今日は本当に竹さんから世界史の話を聞いたような、あの、感じになってきましたけれども、次の3回目は竹さん、はい。ゴルフの話をちょっと離れて、はいはいはい。だったらスポーツ界全体はどうなのかっていう話まで広げたいと思いまいいですね。すので、それはもうエンドレスに続きそうですね。あ、それも次回もよろしくお願いします。はい、よろしくどうぞ。どうも。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、世界一の解説者が語るゴルフと日本スポーツの不思議のエピソード3、ゴルフ界から見える日本スポーツ界の不思議、世界の解説者から日本スポーツ界はどう見えるです。引き続き竹さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。